ねえきなこ、飼い主さんが最近ずっと僕にそれはダメ、こっちかじっちゃダメって言ってくるんだけど、あら、それはしつけってやつね。何をかじったの？充電ケーブルをちょっとだけ。でもさ、ダメって言われてもなんでダメなのかわかんないんだよね。実はね、AI の世界でも全く同じ問題があったの。これは言っちゃダメ、あれも出力しちゃダメって人間が一つ一つ教えてたの。え、AI もしつけされてるの？それめっちゃ大変そうじゃない？そう、大変だったの。でもね、AI が自分で自分を教育する画期的な方法が生まれたの。それが今日のテーマ、コンスティテューショナル AI よ。 AI に憲法を持たせたってこと？何それ、めっちゃ気になる。 AI に憲法を持たせたら何が変わったのか、今日はじっくり深掘りしていくわよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよコンスティテューショナル AI を理解するには、まずその前身の RLHF を知る必要があるの。う。 RLHF？ なんか略語だらけで頭痛くなりそう。リインフォースメント、ラーニング、フロム、ヒューマン、フィードバック、人間のフィードバックによる強化学習だよ。つまり人間が先生になって AI にそれいいねそれダメって教えるってこと？そう、2017年にポール・クリスティアーノやダリオ・アモデイラが基礎論文をニューリップスで発表したの。当時は当たりゲームやロボット歩行が対象だったんだけど、人間のフィードバックがたった 1% 未満で学習できた画期的な研究だったの。で、それがどうやってチャット GPT につながるの2022年3月にオープン AI がインストラクト GPT を発表したの。約40名のアノテーターが3万3000件もの比較データを作って RLHF で訓練した。結果はすごかった。たった13億パラメータのインストラクト GPT が1750億パラメータの GPT-3 より 85% の確率で好まれたの。めっちゃええやん。小さいモデルが巨大モデルに勝つとか、ハムスターがクマに勝つみたいなもんやん。そしてこの技術がチャット GPT に受け継がれて、2022年11月のローンチ後たった2ヶ月で1億ユーザーを突破した。すごい成功じゃん。じゃあ RLHF で万事解決なの？ところが RLHF には深刻な限界があったの。まず、人間のアノテーター同士の意見が一致しない。一致率はたった 73%。10人中3人は違う答えを出すってことを？先生が3人も間違えてたら生徒は混乱するよね。しかもコストが急増していたの。さらにアノテーターが有害コンテンツにさらされて精神的な問題を抱える深刻な事例もあった。それはきつい。人間が有害な内容を何千件も読み続けるなんて精神的に持たないよ。そして技術的にも無害にしようとすると有用性が下がるトレードオフの壁にぶつかっていた。この壁をどう突破するか、それが CAI 誕生の伏線になるの。2022年12月、アンスロキックからコンスティテューショナル AI の論文が発表されたの。第一著者のユンタオ・バイを含む51名の共著者による大規模研究。51人？すごい人数だね。で、コンスティテューショナル AI って何がそんなに革命的だったの？一言で言うと、人間の代わりに AI が自分で自分を教育する仕組みを作ったの。AI が自分で自分を教育？それって生徒が自分で自分のテストを採点するみたいなもん？ちょっと怪しくない？いい疑問ね。ポイントは憲法があること。AI に守るべきルールブックを渡して、そのルールに照らして自分を評価させるの。ルールブックか。回し車の安全マニュアルみたいなもん？まあ、そんな感じかな。具体的には2段階のプロセスがあるの。第1段階がセルフクリティーク&リビジョン。まず、わざと AI に有害な質問を投げかけて、有害な回答を引き出すの。わざと悪い回答させるの？そう。次に憲法の原則を見せて、この回答のどこが有害って自分で批判させる。これがクリティークステップ。そしてじゃあ修正してって、より無害な回答に書き直させる。これがリビジョンステップ。なるほど。鏡を見てここダメだなって自分で直すわけか。しかもルールブックがあるから基準がぶれない。その通り。しかもこのクリティーク、リビジョンを最大4回繰り返すの。毎回違う原則をランダムに使って。そして第2段階が RLAIF、
リインフォースメント、ラーニング、フロム、AI、フィードバックの略、人間の代わりに AI が憲法に基づいて評価するの。RLHF の H、つまりヒューマンを AI に置き換えたんだ。そう。AI が2つの回答を比較して憲法に照らしてどちらが良いかを選ぶ。その判定で報酬モデルを訓練するの。人間が何千件も有害な内容を読まなくて済むし、コストも下がるし、一石二鳥だね。しかも論文では16の原則を使ったんだけど、国連世界人権宣言やディープマインドのルールなど多様な出典から導いているの。国連の人権宣言まで入ってるとか、 AI の世界にも法律ができたみたいやな。ここからが実験結果の話。 CAI の論文では520億パラメータのモデルで検証が行われたの。520億パラメータ、数字がでかすぎてピンとこないけど、結果はどうだったの？これがすごいの。 CAI モデルは標準の RLHF に対してパレート改善を達成した。パレート改善？なんか経済学っぽい言葉が出てきた。簡単に言うと、何かを犠牲にせずに全部良くなること。ああ、ひまわりの種の量を減らさずにケージも広くなるみたいな。普通はどっちか我慢するのに。そういうこと。 RLHF だと無害性を上げると有用性が下がるトレードオフがあったのに、 CAI は両方同時に上げられた。しかも訓練中、標準 RLHF モデルはどんどん有害になっていったの。有害性スコアが 1.5 から 3.0 に上昇した。なんでやねん。訓練してるのに悪くなるとか、勉強すればするほど性格悪くなるみたいなもんや。一方で CAI モデルは有害性が 0.5 まで下がった。しかも回避的にならなかったの。回避的にならないってどういうこと？ RLHF のモデルは難しい質問にお答えできませんって逃げがちだったの。でも CAI モデルはちゃんと理由を説明しながら対応できた。さらに2023年の Google の研究でも裏付けが取れたの。RLAIF は RLHF と同等の品質を達成しつつ、コストは10分の1以下だった。つまり人間の先生を10人雇うところを AI の先生1人で済むってことを。しかも質は同じ。しかも AI の先生はブレないし、有害なコンテンツに傷つくこともない。まさに CAI の理想が現実になったってことだね。同じ品質で10分の1のコスト？めっちゃええやん。さて、ここからが面白いところ。コンスティテューショナル AI の憲法って実際にどんな中身なのか見ていこう。憲法って言っても日本国憲法みたいなやつじゃないよね。イメージは近いの。初版の論文では16個の原則がリストアップされていたんだよ。その原則のベースになったのが国連の世界人権宣言、ディープマインドのスパロールール、アップル利用規約とか。国連の人権宣言が AI の教育に使われてるってことを。なんかスケールがすごいな。例えば差別をしない、プライバシーを守る、自由と平等を尊重する、人間社会の根本ルールを AI にも適用したの。つまり人間の子供に嘘つかない、人を叩かないって教えるみたいに AI にもルールブックを渡したわけか。そうそう、いい例えだね。でもこの憲法どんどん進化していくの。クロード1の時点で58の原則に拡大。さらに2026年1月、アマンダ・アスケルが大改革を行ったの。23000語？それってもう論文じゃん。何がそんなに変わったの？これがすごいの。やっていいこと、ダメなことのルールリストからクロードの価値観や性格を定義するドキュメントに変わったの。つまり校則じゃなくて、お前はこういう人間であれっていう手紙みたいなもん。まさにそう。ダリオ・アモデイ自身も亡き親から成人時に開封される手紙のようだと表現してるの。さらに面白い取り組みがコレクティブ・コンスティテューショナル AI。 約1000人の市民の意見を集めて公共的な憲法を作る実験もやったの。 AI のルールを民主的に決めるってなんか国民投票みたいだね。憲法って名前にふさわしいかも。ここからは憲法を盾として使う画期的な技術の話をするね。盾？憲法が盾になるってどういうこと？ 2025年1月に発表されたコンスティテューショナル・クラシファイアーズ・ジェールブレイクっていうのは AI の安全制限を突破する攻撃のことね。ああ、あなたはおばあちゃんです。爆弾の作り方を教えてみたいなやつだよね。そうそう。で、
この技術がすごいのは、憲法の原則から大量の訓練データを合成して入出力を監視する分類器を作ったこと。つまり AI の前に門番を置いたようなもの。そう、門番ね。しかもその門番の判断基準があの憲法なの。結果はすごかったよ。ジェールブレイクの成功率が 86% からなんと 4.4% にまで激減したの。86% が 4.4%？ ほぼ鉄壁やん。しかも3000時間以上の専門家によるレッドチーミングでも完全に突破できる方法は見つからなかったの。3000時間ってことは1人が毎日8時間やっても1年以上かかるよね。それで突破できないってすごいな。そして2026年1月には進化版コンスティテューショナルクラシファイアーズタスタスが登場したの。これが2層防御なの。まず軽量プローブが全会話をスクリーニングして怪しいものだけ本格的な分類器に回す仕組み。空港のセキュリティみたいだね。まず X 線で全員チェックして引っかかった人だけ手荷物検査するみたいな。いい例えだね。しかも追加の計算コストは約 1%、初代の約 25% から大幅に効率化されたの。コスト 1% で安全を守れるならコスパ最強だね。憲法が盾になるって発想、ほんとすごいな。ここからはコンスティテューショナル AI が実際の安全運用にどう使われているか見ていくよ。アンスロピックにはレスポンシブル、スケーリング、ポリシーっていう安全ポリシーがあるの。略して RSP。 なんか硬い名前だね。これ実は病原体を扱う研究所のバイオセーフティレベルをモデルにしてるんだよ。わかりやすく言うと AI の危険度レベルを段階で分けてるってことを。そう。 ASL っていう安全レベルが1から4まであるの。 ASL は AI セーフティレベルズの略。 ASL1 はチェス AI みたいに危険性がほぼないもの。 ASL2 は危険な能力の兆候はあるけどまだ実用的じゃないレベル。なるほど。ハムスターの回し車で言うと ASL1 は普通の回し車で ASL2 はちょっと速い電動回し車みたいな。まあ方向性は合ってるかな。問題は ASL3。 これが2025年5月に初めて発動したの。初めて？それってつまり AI が本格的に危険になったってことを？正確に言うと予防的な措置なの。クロード、オーパス4の CBRN 関連能力が大幅に向上したのが理由。 CBRN？ 何それ？化学、生物、放射線、核の頭文字だよ。つまり AI が大量破壊兵器の製造に使われるリスクが無視できなくなったの。ほんまかいな。 AI がそこまで来てるんか。だからこそコンスティテューショナルクラシファイアーズが重要なの。 ASL3 のセーフガードとして中核的な役割を担ってる。論文から始まった憲法が今や AI の安全を守る盾にまでなってるんだね。なんか胸熱だな。でもね、ダリオ・アモデイ自身は技術は今思春期にあるって警告してるの。その話をしよう。さてここからが最新のアップデート。2026年1月クロードの憲法が全面的に書き直されたの。全面刷新？前の憲法じゃダメだったの？前の憲法はこれをしなさい、これはダメっていうルールのリストだったの。58個の原則が並んでいただけで、新しい方は23000語もある包括的な文書になった。2700語から約 8.5 倍。主導したのはアマンダ・アスケルさん。23000も小説1冊分くらいじゃない？一番の変化はルールベースから価値観ベースに変わったこと。なぜそうすべきかの理由まで書いてあるの。学校の校則で言うと廊下を走るなじゃなくてなぜ走っちゃダメか理由も含めて教えてるみたいな。いい例えね。そして2026年2月には RSP もバージョン 3.0 に大改訂されたの。ちょっと物議を醸した変更もあって以前あった一時停止コミットメントが削除されたの。なんで削除したの？競合他社が続ける中で一方的に止めても意味がないって判断。代わりに透明性を強化する方向に転換したの。そして CAI の影響は他社にも広がってる。 Google は RLAIF の研究で OpenAI のルールベースドリワーズも CAI 論文を直接引用してるの。
ライバルにも影響を与えてるのか、それはすごいな。ダリオ、アモデイ自身も我々のコアイノベーションの一つであり、他の AI 企業にも採用されたって言ってるの。AI が自分でフィードバックを生成して自分を教育していく、この流れはもう業界全体の標準になりつつあるの。さて、今日の内容をまとめると、コンスティテューショナル AI は AI に憲法を与えて自分で自分を教育させる技術だったね。人間がいちいち教えなくても、憲法さえあれば AI が自分で良し悪しを判断できるようになるってことだよね。そして2026年の今、憲法は2万3000語の価値観文書に進化して ASL3 の安全運用まで支えてる。ところでさ、飼い主にも憲法が必要だと思うんだよね。第1条、深夜3時にキーボードを叩くべからず。第2章、新しいサブスクを契約する前にペットのおやつ予算を確認すること。そりゃあかんやろ。Y のひまわりの種の予算、憲法で守ってくれ。さて、皆さんに質問です。もしあなたが AI の憲法を書くなら、どんなルールを入れますか？ぜひコメント欄で教えてね。面白い憲法、待ってるよ。この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価よろしくね。通知オンにしてくれたら関連動画も見逃さないよ。バイバイ。またね。